はメイです。荒れ果てた港町に商店街を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。作る場所はどんより海辺の町の脇線から左に行った場所。かつて道があったようなので復興させていきます。まずは堤防ブロックを使って道の輪郭補正。奥の道にぶつかるまで伸ばします。次は反対側、同じようにぶつかるまで。道の色はあえて変えておしゃれな床石。カラフルな街にするので道を落ち着かせていきます。間を埋めたら道の完成。道はこんな感じ。壊れたであろう橋を作ります。橋の道幅は3ブロック。石の階段を両側へ3つずつ置きます。ブロックを置くための下地。道の色と橋の色を合わせます。拝借してきた謎のブロック。間は石のタイルで隙間埋め。港のポールで橋を再現します。橋が蘇りました。次は家の土台作り。作った道の船の方側に石の床を使って幅6マス分になるように敷き詰めます。途中で島にぶつかるのでちょっと削り、道の残骸にぶつかるまで整備します。一つずつならエネルギー節約のためにメタモンの姿でもいいかもしれませんね。海にしっかりとついててほしいので、縦2ブロック分積み上げながら道を囲います。高さが合っていて囲えれば何でも OK。 壊れてた道を直していきます。土台が整いました。比べてみるとこれだけでかなりスッキリ感が出ます。建物を作っていきます。石の床ブロックの7マス目くらいのところに穴を開けていきます。だいたい真ん中くらい。2ブロック分開けます。ミニ発電マシンと無線送電を置きます。多分防水加工なので水に触れても大丈夫。埋めたところから8マス進んだところにまた埋めます。土台がない場合は作ります。床下1マスぐらいが多分ベストかなと思っています。埋めたところから7マス進んだところに埋めます。反対側から8マスの場所ですね。作った道の両端には無線送電のみ埋めておきます。お店は一段高くしたいので石のタイルで囲います。お店の正面は階段分4マス開けて、そこからまた4ブロック置きます。実はポコポケで初建築なので、もっと効率のいい方法があるとかがあればぜひコメントで教えてください。こんな感じになりました。内側6マス開けて7と8マス目を石のタイルで埋めます。素通りと数えながら6マス開けて2マス埋めるを繰り返し、浮遊してやった方が楽ですね。部屋の内側 6×6、 かなり狭めですね。漆喰の壁を黄色の絵の具で変えたものを高さ4で積み上げます。人間が残した家の天井までの高さが4なので、それに合わせています。窓部分の穴開けタイム4マス分開けていきます。床を埋めるのですが、後でこの色を白に変えています。隣は漆喰の壁を水色にしたもの。同じようにこの字で囲んで窓分穴開け。次はモダンの壁。お気に入りのブロックの一つです。色を変えれば洋風和風両方いけそうな感じですね。4軒目は漆喰の壁無色です。汎用性が高すぎる素晴らしいブロック。端の家だけ側面にも窓を忘れずに。位置を間違えたので調整。上げ下げ窓をはめ込んでいきます。こういう情報量を多くしてくれる窓は
建築初心者をかなり助けてくれます。ペンキの塗り壁を家のアクセントとして1マス分だけ乗せていきます。後で2階の床を作っていくので外周のみですね。床の色を変えておきました。2軒目と3軒目の間のみ、間に壁を立てておきます。2階は木の床を白にメイクしたものを2階全体に敷きます。木目が濃すぎるので、後でペンキの塗り壁に変えました。正面もアクセント用ブロックで囲います。ちなみに工事中なので、ここ以外は廃墟です。2階も1階と同じように4ブロック積みます。2階は狭すぎるのでお隣さんと同居するスタイルですね。仲良くないと揉めそうです。窓と階段の穴を開けていない状態がこちら。床は横3マス、縦2マスの幅で開け、階段から上がってこれるようにします。2階も1階と同じ位置になるように窓の穴開け。この状態だとまだドールハウスですね。一番奥に横から1マス開けて内向きに階段の設置。すべての部屋に階段を設置します。ついに正面壁の設置。窓用に穴開け。見栄えの統一、考える手間を省くためにすべて同じ位置です。ギリギリのブロック数で生きているので、いつも資材はカツカツ。窓の種類も統一しています。屋根をつけていきます。斜め屋根のレンガの取り付け、4つ分積みます。屋根のメリハリのために一部変えます。三角屋根のレンガです。最初は夢島で調達してきました。反対側も同様に。真ん中は平らな屋根レンガ。ここは研究対象です。青い家は斜めの屋根瓦、天窓を使います。平らな屋根瓦で塞ぎ完成。レンガの家は屋根を赤色でリメイクしています。こちらも窓3つですね。バリエーションがあった方がいいような気がします。最後の家だけちょっと屋根遊びをしています。正面向きと横向きの屋根の合わせ技です。最初に言い忘れていましたが、街のモデルはコペンハーゲン、ニューハウンの街並みです。集まりでも作っています。屋根の真ん中が難しすぎるのと、削れたブロックを入手していないので、滑らかにさせるのは断念しました。プランターの代わりに木の柱下を白色にして使います。レンガの方は王道にプランターですね。花は屋根の色と合わせた色にしていきます。汚しタイムです。情報量をとにかく多くしていきます。ツルツル屋根の取り付けは後ろに何かがないとつけられませんが、後で破壊できます。浮いたままですね。階段前に仕切り壁の追加。全部屋無線送電と仕切り壁を入れていきます。床の入れ替え。ここの色の切れ目が気になるので、桟橋を使って天井を木にしていきます。桟橋の上に物を置けるという性質を使っています。その代わりにこの下は1ブロック分の隙間ができます。桟橋にツルツルの日よけがつけられることを発見。レンガの家の汚しタイム。
経験値不足で塩梅がよくわかっていません。水色の家も木の柱下を使って屋根と同じ色の花を植えます。桟橋を隙間に入れてメタルの柵を両方白リメイクしています。ドアをつけて空き家に。ここまで窓風にします。階段の調整。木の隙間仕切りを使って境目をつけます。黄色の家はブラウン系で桟橋をベランダ風にしていきます。メタルの柵を茶色リメイクしたものを2階にだけ取り付け、ここだけあえて屋根と合わせずに白色にしています。壁をしっかりめに作ります。家の外観ができました。内装を仕上げていきます。まずは2階から、ここに折り上げ天井、そして間接照明を作ります。だいたい部屋の真ん中くらいに電気類を仕込みます。折り上げ天井の形になるように中央をへこました形にします。開けておいた真ん中に蛍光灯をつけます。2つで十分ですが、血迷って3つつけています。蓋をするようにブロックで塞ぎます。ブロックから光が漏れる性質を利用した小技ですね。夜だとかなりわかりやすいです。隣の建物もやってきましたが、蛍光灯をけ散ると模様ができます。フォトとお店の飾り付けです。こちらは果物屋さん。カウンターの台を使っていきます。商品がなくても商品があるように見せかけます。作った瞬間、ニャースが店番してくれました。ちゃんと使ってくれるの嬉しすぎますね。商品も並びました。2軒目の飾り付け。こちらはおしゃれカフェ風。綿毛の家具が可愛いですね。3軒目の飾り付け。ここは花屋さんです。言われなくても花屋とわかるように植物だらけにしていきます。商品が並ばないのでここになくてもよかったかも。花屋さんの完成。最後のお店は昔からあるお料理屋さん。ちょっとだけ昔の雰囲気に仕上げていきます。電力が足りなくなったので追加。階段下に追加し放題です。地元の飯屋の完成。お店の飾り付けが終わったので、最後にお店の前の道の飾り付けをします。船に乗るための階段を作ります。柵はメタルにしたかったのですが、街全体の柵と合わせて港のポールに。アンテナ不足だったので補給。川沿いといえば椅子とテーブルですね。
綿毛の家具が本当に可愛い。椅子の長椅子も置いてステップ風に。完成しました。街のみんなを住まわせて賑やかしい感じになりました。人間がいた時の世界に少し近づいたんじゃないかなと思います。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。